お天気お姉さん。ボイでしょ。あかねの世界のニュース。皆さん、こんにちは。あかねです。今日も、あかねの動画をご覧いただき、ありがとうございます。今日のニュースは、お隣韓国から、台風10号が釜山に直撃。釜山で強風、浸水被害が続出。というニュースです。あれ？昨日までは、台風が韓半島を避けると自信満々に言っていたんですが、直撃しちゃいましたね。後半のあかねの感想では、日本、米国、韓国の台風進路予想図を画像を見ての比較と、台風9号の爪痕が残っている高層マンションの被害状況をお届けします。それでは、アシスタントのミニあかねに、今日のニュースタイトルを発表してもらいましょう。ミニあかね、お願い。アシスタントのミニあかねです。よろしくお願いします。今日のタイトルは、遅出しじゃんけんは誰でも勝てるんだよ。です。今日はそんなニュースです。ニュースの詳細。じゃーん。今日はメガネをかけてみたよ。似合うかな？台風10号が終わるまでお天気お姉さんになるので、メガネをかけさせてもらいました。お天気お姉さんでメガネかけてる人あまり見たことないけど、まあイメージということで、それではニュースを読み上げます。台風8号、バービーや台風9号、メイサークより強力な台風10号、ハイシェンは6日夜からチェジュやプサンを含めた南部地域に影響を及ぼした。台風10号が接近したプサンに秒速26メートルを超える強風による被害が続出している。台風ハイシェンは台風9号と同様に強い風と大雨が特徴だ。7日午前5時現在、プサン警察庁に寄せられた被害届は計19件で、その大半が強風の被害だった。午前2時頃、プサン、ヨンドグ、ドンサムドンでは、信号が強風で折れた。同時刻、ナムム、デヨンドンの平和協会の交差点では、街路樹が倒れるなど、強風被害が相次いだ。プサン消防災難本部にも、強風による看板墜落の恐れなど、被害届が合わせて61件寄せられ、救助隊員が緊急出動した。強風で道路統制も続いている。プサンと京湘南道をつなぐ古賀大橋が通行止めになったのに続き、周りの橋もいくつか通行止めになった。午前5時20分からは、ウルスット大橋が全面統制されるなど、統制区間は15カ所に達する。列車の運行も遅れ、中断が発生している。気象庁は韓半島に上陸するにあたって、台風の勢力は非常に強いから強いに弱まったが、韓国に与える影響は大きく、中心気圧950から980ヘクトパスカル、中心風速35から43メートルと強い状態を維持し、強風半径が350から380キロに達すると予測した。8日午前までの予想降水量は、キョンサンドウとカンウォンド地域100から300ミリ、最大400ミリ以上、チェジュ島山地一帯は300ミリ以上、チョルラナムド、チェジュ島は100から200ミリ、その他の地域は50から100ミリだ。気象庁によると、ハイシェンは、月曜日の午後3時頃に、ソウルに一番近づき、8日未明に北朝鮮に上陸する。このニュースに対する、韓国人の反応を、ミニあかねに読み上げてもらいましょう。国民の反応。プサンですが、窓ごとぐらぐら揺れて、悪そうで怖い。気象庁は、予報的中率をちょっと高めてください。ハイシェンが予想より西を通過しそうです。
進路を変えたんじゃなくて、予測失敗じゃないですか。ムン・ジェインが大統領になってから、国が静かな日がないね。災難だ災害だ。上陸しないとあんなに言い張ってたのに、結局上陸寸前だね。昨日から気象庁の予報は無視してアメリカ、日本の気象庁のものを見ています。韓国気象庁の予報は見ないでください。以上になります。あがれの感想。ニュースの読み上げが終わったので、メガネは外させてもらいました。普段つけてないから、頭がちょっとクラクラしました。話を戻しますが、皆さんはどう思いましたか？今日の韓国人の反応のベストアンサーは、昨日から気象庁の予報は無視してアメリカ、日本の気象庁のものを見ています。韓国気象庁の予報は見ないでください。です。今回は、やっぱり気象庁の当たらなさに、避難殺到してますね。被害状況とかの前に、あれ？韓半島に行かないって言ってたのに、予報変えた？って思った方もいると思うので確認しておきましょう。まずは、6日の夕方6時に発表した、日本、米国、渓谷の台風10号の進路予想図を見てみましょう。日本と米国が予想した進路図は非常に似ています。台風ハイシェンが釜山西方に上陸した後、テム、慶尚北道と関温道を相次いで通過すると予報されている。欧州の有名気象アプリ、ウィンディも、日本、米国の予想進路のように、7日未明に台風が釜山に上陸すると予報しました。それでは、渓谷が発表した台風の進路図を見てみましょう。これです。渓谷のお天気お姉さんが発表した画像も一緒に載せておきますね。見事に韓半島を避けてますね。渓谷に関しては、自国に都合のいいように予想しているだけに見えますが、予想が外れた場合、対策ができませんね。その後、この予報を発表した同日、夜10時に韓半島に上陸すると、予想経路を大幅に西側に修正しました。その時に気象庁の発表したコメントが、台風の中心位置は再分析により今後変更されることがあります。と言ってました。毎回じゃねえか。ギリギリで予想変更するなら誰でもできると思うんですが、これだったら他国の予想図を見て報告した方が的中率も高いでしょうし、他のところにお金を使った方が国が反映すると思うんですが、さすが的中率 50% 以下、渓谷のご包丁と言われるだけありますね。今月の3日に台風9号メイサークが発生して、その時も多くの被害を受けたため、普及率が 70% 程度と言われてます。住居で言うと、高層マンションへの被害が大きいみたいですね。高層マンションの被害状況を写真と一緒に紹介します。現在は窓ガラスを取り替える時間もなく、緊急安全措置から行われているようです。南区のあるマンションは割れた窓ガラスを除去し、サッシの上に合板を重ねて窓を封鎖したところが多数あります。海運台のある高層マンションも今回の台風で外壁のタイルが大量に落ちたが、被害部位があまりにも高く、次の台風がすぐに発生し、復旧すらできずにいる。マンションの周辺住民は、鉄製パネルがまた落下すれば、周辺の商店街や住民の被害は避けられず、不安だと話した。渓谷の高層マンションが、どれだけ台風、耐震を考えて作られたかわかりませんが、新築の高層マンションでも、エレベーターのドアが閉まらず、住民が手動で閉めているとこもあるみたいです。それを考えると、渓谷のマンションレベルもある程度想像つくと思います。台風10号が過ぎ去るまで、とりあえず修理できずこのままでしょうね。
さらに被害が広がると思いますが、経過が分かり次第また投稿させてもらいます。今日は、遅出しじゃんけんは、誰でも勝てるんだよ、をお届けさせてもらいました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、次のニュースで会いましょう。高評価、コメントいただけると嬉しいです。皆さんの応援でいっぱい頑張れます。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。